太平洋戦争。大日本帝国が遂行したあの無謀な戦争において、命を落とした軍人・軍属は約230万人に上る。しかしその死の内実を知る者は少ない。その過半数、実に6割近くが敵との激しい戦闘の果てに命を散らしたのではなく、飢餓と病によって命を奪われた戦病死であった。補給を軽視し、極端な精神論を強要した帝国陸軍の病理。兵士たちは敵の銃弾よりも先に自軍の無策によって見捨てられ、絶望的な飢えの中で朽ち果てていったのである。インパール、フィリピン、そしてガダルカナル。世界の戦死を見渡しても類を見ないほどの異常なまでの餓死の連鎖がそこにはあった。だが、最も絶望的な状況下でその運命を完全に覆した場所がある。南太平洋の要衝ラバウル。大戦末期、マッカーサー率いる圧倒的な連合軍のカエル飛び作戦により、この地は完全に包囲され、本土からの海上補給は完全に断たれた。島に取り残された日本軍将兵は約10万人。誰もが数万の餓死者が出る悲惨な玉砕戦を予期していた。しかし、奇跡は起きた。孤立無援のラバウルは終戦に至るまでの数年間、ただの一人の餓死者も出すことはなかったのである。兵士たちは飢えるどころか、日々農作業に励み、爆撃を避ける地下深くには都市機能を持つ巨大な要塞を築き上げ、終戦の日まで完璧な規律と高い士気を保ち続けた。なぜこのラバウルだけが不可能を可能にできたのか。それは狂気と無責任が支配する組織にあって、冷徹な合理主義と部下への深い人道を貫き通した一人の稀有なリーダーがいたからである。第八方面軍司令官、陸軍大将、今村仁。権力にこびず、派閥を憎み、時に自軍の暴走に命がけで抗った異端の将軍。戦後彼は戦犯裁判で無罪を勝ち取り、日本で安楽に暮らす道を与えられた。にもかかわらず、地獄のような南の島の刑務所で服役する部下たちのもとへ自ら志願して赴き、晩年は三条の粗末な小屋に自らを幽閉して散っていった命のために生涯祈り続けた。これは絶望の戦場で10万人の命を救い、現代の我々がとうに忘れてしまった究極の責任を背負い続けたあるリーダーの壮絶なる奇跡である。1886年、明治19年、今村仁は宮城県仙台区に生を受けた。厳格な裁判官であった父と他人の助けで学問をすると、後々苦労が多い、と独立自尊を重んじる母の薫陶を受けて育つ。幼少期に明治天皇の巡行を仰ぎ見て深い感銘を受けた経験が、彼を国家への奉仕、すなわち軍人への道へと進ませた。大日本帝国陸軍という巨大組織において、将官への道は冷酷なまでに学校の成績で決まる。今村はその頂点に立った男であった。1907年に陸軍士官学校を卒業後、部隊での猛烈な研鑽を積み、1915年にはエリートの登竜門である陸軍大学校を首席で卒業。大正天皇の御前で講演を行い、優秀者の証である恩師の軍刀を拝受している。同期には後の総理大臣東條英機や生涯の親友となる本間正治がいた。陸軍中枢のエリートコースを歩みながらも、今村は決して傲慢な権力者にはならなかった。むしろ彼は当時の陸軍を深く蝕んでいた病理、派閥争いと下克上を誰よりも憎悪していた。
1931年、昭和6年、満州事変が勃発する。当時、参謀本部作戦課長という要職にあった今村は、石原幹二ら関東軍の幕僚たちが中央の命令を無視し、独断専行で戦線を拡大していく事態に対し、統帥の分乱であるとして強硬に反対した。軍の規律に従わなかった者が戦果を上げたという理由で栄転していく。事後承認という形で不祥事を追認した中央の弱腰が、後に陸軍全体を破滅へ導く下克上の悪習を完全に定着させてしまったのだと、今村は痛烈に批判している。その組織の腐敗は、自らが最前線に立った際に最悪の形で現実となる。1938年、陸軍中将として大模師団長に就任し、日中戦争の激戦地へ赴いた今村が直面したのは、敵軍の抵抗以上に自軍の兵士たちによる現地住民への略奪や暴行といった軍紀の乱れであった。補給を現地調達という名の事実上の挑発に頼らざるを得ない陸軍のロジスティクス体制が、必然的に占領地での不法行為を誘発していたのである。今村は司令官として無辜の住民を愛護し、不法行為を厳禁すると厳しく布告した。しかし、広大な戦線の末端まで理念を徹底させることの困難さに直面し、精神論だけでは軍隊の規律は維持できないという冷酷なリアリズムを思い知らされる。この凄惨な経験は彼にある決意を抱かせた。1940年、昭和15年、陸軍の精神教育の根幹を担う教育総監部本部長となった今村は、先人での道徳規範を定めた先人訓の規案に深く関与する。彼は規案の段階で、中国戦線での血を吐くような経験から、無辜の住民を愛護し、不法な行為を行わないことという人道的な条項を絶対に明記すべきだと強く主張した。しかし、彼の切実な願いは退けられた。最終的に布告された先人訓からは、人道的な戒めが消え去り、代わりに生きて旅衆の恥ずかしめを受けずという極端な玉砕主義と精神論だけが強調される結果となった。この制度設計がやがて太平洋戦争において何百万もの将兵や民間人を無意味な死へと追いやる呪縛となってしまう。狂気へと突き進む組織の中で理性を保とうとした今村の抵抗は敗れた。しかし、この先人訓への深い悔恨こそが、後に彼自身の手で何十万もの命を救う強靭な寛容のマネジメントへとつながる極めて重要な伏線となっていくのである。1941年、昭和16年11月。太平洋戦争の開戦を目前に控え、今村仁は第16軍司令官に任命された。彼に課せられた最大の任務、それは米英蘭による経済封鎖、いわゆる ABCD 包囲網を突破し、日本の戦争継続に不可欠な石油とゴム資源を確保するための蘭印作戦、すなわちオランダ領東インドへの侵攻を完遂することであった。日米開戦の最大の原因ともいえる石油の確保。帝国の命運は今村の両肩にかかっていたのである。そして彼の軍事指揮官としての卓越した戦術眼は、この作戦において遺憾なく発揮される。1942年2月14日、今村率いる第16軍はスマトラ島のパレンバンに対して陸軍の精鋭である落下傘部隊を用いた空挺降下作戦を敢行。奇襲により東南アジア最大の製油所軍を破壊される前に、ほぼ無傷の状態で制圧することに成功した。連合軍の裏をかくこの電撃的な作戦は、日本の南方資源確保という初期の戦争目的を事実上達成させるものであった。続いて3月1日、
本丸であるジャワ島への上陸作戦が決行される。ここでも今村は驚異的な進撃を見せた。わずか9日間という短期間でオランダ軍を中心とする約10万人規模の連合軍部隊を無条件降伏へと追い込んだのである。この迅速な勝利は市街地やインフラの無用な破壊を防ぎ、その後の軍政を円滑に進めるための決定的な基盤となった。しかしこの華々しい大戦果の裏で今村自身は絶命の危機に瀕していた。ジャワ島上陸の最中に発生したバタビア沖海戦におけるある重大な事件である。3月1日未明、今村自身が座乗していた第16軍の機関陸軍特殊船信州丸が突如大破し着底した。司令官である今村も海に放り出され、重油の漂う真っ暗な夜の海を約3時間にもわたって漂流。木材につかまり、文字通り九死に一生を得て部下に救出されたのである。撃沈の原因は直ちに判明した。敵の攻撃ではない。船団の護衛に当たっていた味方の日本海軍10巡洋艦最上から発射された93式酸素魚雷が命中した同士討ちであった。大日本帝国軍の内部には慢性的に激しい陸海軍の対立、セクショナリズムが存在していた。陸軍の最高指揮官の命を奪いかけたこの誤射事件は、通常であれば取り返しのつかない深刻な政治的抗争へと発展するはずの事態である。海軍の責任問題は免れず、両者の亀裂は決定的なものとなる。だが、重油にまみれて救助された今村は、激高する幕僚たちを制し、信じられない命令を下した。本船は敵の魚雷艇、あるいは爆撃によって沈められたものとする。海軍の責任は一切追及してはならない。今村は海軍側の作戦上のミスを完全に不問に付したのである。謝罪に訪れた海軍の将官に対しても怒りを見せるどころか、おかげで立派な着水訓練ができましたと笑って許したと伝えられている。この決断は単なる温情やヒューマニズムに由来するものではない。広大な海域を舞台とする南方作戦において、制海権と海上輸送を担う海軍との連携が崩れれば、陸軍の作戦遂行能力は完全に失われる。今村は軍内部の対立による士気低下を防ぐと同時に、海軍へ最大の恩義を売ることで、今後の作戦協力を確実なものにするという、極めて高度で合理的なマクロ政治的判断を下したのである。自らの命を危険にさらした相手をも許す、リーダーとしての底知れぬ度量。この寛容な措置により、海軍側は今村に対して深い負い目と敬意を抱き、これ以降の作戦において第16軍に惜しみない協力を提供するようになった。狂気に満ちた巨大組織の中で、理と仁を併せ持つ今村のマネジメント能力。それは占領後のジャワ島において、世界の軍政史に残る奇跡的な統治体制を生み出していくこととなる。驚異的なスピードでジャワ島を制圧した第16軍。しかし、真の戦いはここからであった。軍事占領下の行政、いわゆる軍政の開始である。通常、軍事占領下の政府機構は、前線の戦闘部隊への物資支援を最優先とし、現地の市民生活を軽視しがちである。日本軍内部でも、血気盛んな若手幕僚たちは、日本軍の圧倒的な武力を見せつけ、厳格な統制と恐怖政治を敷くべきだ、という強硬論を主張した。だが、今村は司令官の権限を持って、これを明確に退けた。我々はすでにオランダ軍を短期間で粉砕し、実力を証明している。初期段階での無用な抑圧は
現地の反発を招くだけである。彼は即時的な経済復興と市民生活の正常化に焦点を当てた穏健政策の採用を宣言したのである。今村の統治思想の根底には、当時の日本の国策標語である八公一右に対する彼独自の解釈が存在した。軍内の急進派がこれを日本を中心とした覇権主義を正当化するイデオロギーとして振りかざす中、今村はこれを文字通り世界を一つの家族とするという共生と相互扶助の理念として実践したのである。その理念はインドネシアの独立運動指導者に対する接し方に最も劇的に現れた。今村はオランダ植民地政府によって幽閉されていたスカルノやハッタといった民族主義の指導者たちを直ちに解放し、彼らを政治的パートナーとして丁重に励遇した。当時インドネシアにはいつか北方から黄色い肌の軍団が現れ、我々を白人の支配から解放してくれるというジョヨボヨの予言と呼ばれる古くからの伝説があった。今村はこの民情を深く理解し、スカルノらにこう語りかけた。日本人は皆さんと兄弟です。我々は皆さんに自由をもたらすために戦うのです。今村は言葉だけでなく行動でそれを示した。オランダ統治時代に禁止されていたインドネシア語の普及を支援し、民族の歌であるインドネシアラヤの斉唱を許可。さらに現地住民の管理登用を進め、生活物資や石油の価格を大幅に引き下げたのである。軍政の最大の目的は日本の戦争継続に不可欠な資源の獲得である。しかし今村は過度な収奪によって現地の経済システムや社会基盤を破壊してしまえば、結果的に搾取すら不可能になると冷徹に看破していた。武力による抑圧ではなく、説得と協調による間接的アプローチこそが最大の経済的・軍事的効率を生み出すという合理主義がそこにあった。結果として今村が治めるジャワ島では、フィリピンやマレー半島で日本軍を悩ませたような大規模な抗日ゲリラ活動はほとんど発生しなかった。力ではなく徳で治める。後にジャワの特性と称賛されるこの寛容なマネジメントは、現地の人々の民族的自尊心を満たし、後のインドネシア独立戦争を勝利に導く強固な基盤となっていったのである。ジャワ島で見事な軍政手腕を発揮した今村であったが、その才覚ゆえに戦局が最も悪化していた最前線への投入を余儀なくされる。1942年、昭和17年11月、今村は南東方面の全作戦を統括する第8方面軍司令官に任命され、ニューブリテン島のラバウルへと赴任した。翌年には陸軍大将へと昇進を果たす。しかし戦況はすでに絶望的であった。マッカーサー率いる連合軍のカエル飛び作戦によって堅牢な要塞であるラバウルは直接攻撃を避けられ、完全に包囲されたのである。制海権と制空権は奪われ、本土からの補給線は完全に遮断された。ラバウルに取り残された将兵は約10万人。ガダルカナルやニューギニア本島で餓死者が続出する中、誰もがこのラバウルも凄惨な玉砕と餓死の舞台になると予期していた。だが今村は安易な玉砕という名の破滅を断固として拒絶した。従来の補給は本土から行うという帝国陸軍の兵站ドクトリンを完全に破棄し、全軍に対して戦闘態勢を維持しつつ、組織の主目的を農耕と生産へとシフトさせる劇的な方針転換を命じたのである。軍隊を自給自足の菜園軍へと変貌させる決断であった。血の気の多い前線の戦闘員から反発が出かねないこの命令を今村は自らの行動で納得させた。
陸軍大将という最高位にありながら、自ら率先して庭を開墾し、泥にまみれて桑を握ったのである。最高指揮官が誰よりも汗を流す率先垂範の姿勢に、全軍の不満は沈黙し、身分の壁を越えた強固な連帯感が生まれた。今村は将兵に対し、これならやれる。100年戦争をしてやろう。食料が豊かで軍備の充実した今村王国を作って頑張ろうじゃないか。と力強く鼓舞した。その合理主義は徹底していた。兵士一人当たり200坪を開拓するようノルマを課し、結果としてラバウルには7000丁部にも及ぶ広大な農地が誕生した。さらに連日の激しい空襲から生存権を守るため、火山灰地の地質を生かし、全長数百キロメートルに及ぶ巨大な地下要塞を建設。単なる防空壕ではなく、数千人を収容できる野戦病院、兵器廠、さらには火山の火口から硫黄を採掘して火薬を自作する工場に至るまで、都市機能のすべてを地下に構築したのである。帝国陸軍が各地で補給を無視した無謀な作戦を強行し、おびただしい数の将兵が餓死していく中、今村が率いたラバウルの10万人の部隊は、1945年の終戦に至るまで、ただの一人の餓死者も出さなかった。十分な食料と堅牢な要塞による物理的安全の確保は、絶望的な孤立化における兵士たちの精神的崩壊をも防いだ。絶望による反乱が起きることもなく、軍隊としての強固な規律は最後まで完璧に維持されたのである。狂気の組織の中でただ一人、徹底したロジスティクスとリアリズムを貫いた今村仁。それは世界の軍事市場においても類を見ない、絶対自活サバイバルという名の奇跡であった。1945年8月15日、日本は終戦を迎えた。ラバウルにおいて無傷の10万の兵力を保持していた第8方面軍の中には、降伏に納得せず、このままラバウルで徹底抗戦すべきだと決起を図る青年将校たちもいた。しかし今村は彼らを静かに断固として陳腐した。君たちのそのエネルギーは生きて日本へ帰り、祖国の復興にこそ役立ててほしい。最高指揮官の説得により反乱は未然に防がれ、ラバウルの10万将兵は一人の犠牲者も出すことなく、整然と連合軍への降伏を果たしたのである。だが平和の訪れは今村個人の安息を意味するものではなかった。彼を待っていたのは、戦勝国による戦争犯罪人としての過酷な裁きであった。方面軍司令官であった今村に問われた最大の法的論点は、自らが直接手を下していなくとも、部下の末端が行った残虐行為に対して最高指揮官は法的責任を負うのかという指揮官の責任であった。ラバウルやニューギニアでの部下の行為を問われたオーストラリア軍の法廷では、禁錮10年の有罪判決が下される。しかしその後、ジャワ島での事案を裁くため、彼はオランダ軍管轄のバタビア法廷へと移送された。ここでかつて彼がまいた寛容の種が奇跡を起こす。オランダの法廷はジャワ島における今村の占領政策の穏健さや、現地住民捕虜への保護的な姿勢を重く見たのである。ジャワの特性の実績が彼の命を救う法的根拠となり、1949年12月、今村はオランダ法廷において完全無罪を勝ち取ったのである。1950年、昭和25年1月、無罪となった今村は無事に日本への帰国を果たした。東京の巣鴨拘置所で残りの刑期を過ごせば、やがて安楽な老後が待っているはずであった。
敗戦の混乱の中、かつての指導者たちがこぞって自らの責任を部下に押し付け、巧妙な自己弁護によって戦犯追及を逃れようと奔走していた時代である。しかし帰国直後、今村は連合国軍最高司令官マッカーサー元帥に対し、前代未聞の嘆願書を提出する。それは赤道直下にある過酷な流刑地マヌス島刑務所へ自身を移送し、そこで重労働に服しているかつての部下たちと共に残りの刑期を務めることを自ら志願するものであった。部下たちが南の島で地獄のような苦しみを味わっているのに、最高指揮官であった自分だけが日本で安楽に過ごすわけにはいかない。法的には無罪が証明された。しかし軍事組織の長としての道義的責任はいかなる法的免罪符を与えられようとも終生免れるものではない。今村はそう実存的に自覚していたのである。陸軍大将という最高位にあった者が法に求められてもいないのに、最も過酷な刑務所への服役を自ら願い出たこの例は、世界の戦史においても類を見ない。この異例の申し出に衝撃を受けた GHQ は嘆願を受理した。今村は再び日本を離れ、マヌス島刑務所が閉鎖されるまでの約3年半、灼熱の孤島で旧部下たちと共に過酷な刑に服したのである。組織の不条理を前に決して他責にせず、すべての責任を自らの身をもって引き受ける。これこそが今村仁の示した究極のノブレス・オブリージュ、高貴なる義務であった。1954年、昭和29年11月、マヌス島から巣鴨拘置所を経て、すべての刑期を満了した今村仁は、ついに自由の身となった。戦後復興に沸く日本。かつての軍高官たちが恩給を取り戻し、あるいは政財界の表舞台へと復帰して自己弁護を展開する中、今村はその一切の栄達を拒絶した。彼が自らの終の住処として選んだのは、東京都世田谷区の自宅の庭に自ら建てさせたわずか3畳半ほどの粗末な木造の小屋であった。海外の歴史家から自家製の牢獄と驚嘆されたその部屋を今村は謹慎室と呼んだ。自らを生涯優秀の身であると厳しく規定した彼は、この暗く狭い空間で朝名夕名、戦場で命を散らした部下たちや戦争の犠牲者の霊前に祈りを捧げ続けた。そして自己の魂を見つめ直す膨大な回顧録の執筆と、宗教的哲学的な思索に没頭する余生を送ったのである。陸軍中枢という強大な権力機構にいながら、軍の狂信的な暴走を止められなかった自らの無力さ。今村はそれを一個人の意志や能力の絶対的限界として冷徹に見つめ直した。理不尽な運命と人間の罪の深さに苦悩した彼は、やがて大いなる存在に身を委ねる他力の境地へと達していく。いかなる法的な免罪符を得ようとも、指揮官としての道義的責任は一生消えることはない。この三畳の空間での祈りこそが、敗軍の将が選び取った究極の自己生産の姿であった。1968年、昭和43年、今村仁は82歳で静かにこの世を去った。翻って現代。不祥事が起きれば保身に走り、巧妙に責任を回避し、末端の部下に罪を押し付ける指導者たちの姿が日々ニュースを賑わせている。巨大な組織の不条理に飲み込まれそうになった時、我々は果たして理と仁を貫けるだろうか。そしていかにして真の責任を取るべきなのだろうか。絶望の孤島で10万人の命を救い、法的な無罪を得てなお、部下のために自ら地獄の刑務所へ赴いた男。
大日本帝国陸軍大将今村仁。狂気の時代を生き抜いた異端の仁将の生き様は時を超え、現代を生きる我々の心に真のリーダーシップとは何かを鋭く問いかけている。